本日ご説明したいのは NMN ニコチナミドモノヌクレオチドの点滴治療です。以前お話ししましたように、年齢とともに NAD+ニコチナミドアデニンジヌクレオチドのレベルが、特に細胞内のレベルが低下していくことが、いろんな細胞の機能低下、それがまた体全体では老化というものにつながっていることが証明されてきました。その中で NMN を投与することで、その次の段階の NAD+ のレベルを上げる。そして各臓器、神経、肝臓、血管、心臓、リンパ組織、生殖器、腎臓、膵臓、筋肉、脂肪組織、もう体中のそれぞれの細胞の中の NAD+ のレベルが上がることで、サーチュインという修復タンパクが働いてくれて、そして細胞の機能がどんどん元に戻っていきます。で、以前お話ししたように、運動やダイエットや、そして NMN のサプリメントでも確かに少しずつ機能は回復していくんです。東京大学の付属病院から報告されたように、筋肉とかですね、そこに行く毛細血管の機能が回復することで筋力アップ、歩行速度が速くなるということもすぐ期待できるんですが、でも実はこの神経系、あるいは心臓、さらには腎臓、実際こういうですね、大切な生命に関わるような臓器、もっと細胞レベルではなくて大きな臓器のことを考えたとき、私たちが今まで治療してきて、その患者さんを治してきた、実際にその体調が変わって、例えば歩けなかったのが歩けるようになった、心臓が苦しくて動けなかったのが動けるようになった、そういう人たちを見ていると、やっぱりですね、点滴治療、それぐらい点滴で実際にある程度の濃度で効果を 2,3 時間でぐっと上げるということが必要じゃないかと考えるようになりました。そこでもう少し今日は NMN の点滴治療についてお話ししたいと思います。さて、これが NMN の点滴療法について、詳しくまとめてあるポスターなんですけども、 NMN ニコチナミドモノヌクレオチドを投与することで、次の段階である NAD+ニコチナミドアデニンジヌクレオチドのレベルが上がっていきます。そうすると、このサーチュインタンパク、細胞の中やミトコンドリアの中に全部で7種類あるんですけども、このサーチュインタンパクはいくら年を取っても変化してないんです。ちゃんとしたタンパクを我々は持っているのに、なぜ年を取っていくか、機能が落ちていくか、細胞のねっていうのは、この NAD+ が足りないからということが分かったんです。だからこうやってレベルを上げることでサーチュインタンパクが働き始めます。そして何が起こるか。もちろん細胞が元気になるのは当然なんですよ。ミトコンドリア。実はね、このアンチエイジングの3本の矢をやっていて、このミトコンドリアがキーパーソンであることが分かっていました。いかにミトコンドリアの機能を改善するか、元に戻す。これが僕たちの治療のキーなんです。で、このミトコンドリアの細胞を修復します。ミトコンドリアがね、細胞を修復します。そして基礎代謝量が上がります。ミトコンドリアが元気になります。さらには、今までお話ししてなかったテロメア。テロメアってご存知ですか？細胞の染色体の末端にある繰り返し構造で、細胞を分裂するたびにある一定ずつ、これが短くなっていって、で、50回かな。ある細胞を50回も細胞分裂すれば、それがなくなるために細胞が壊れる。染色体が壊れて細胞が壊れてしまうという、一つの説があるわけですけどね。このテロメアが、このサーチュインタンパクの働きによって伸びていくわけですよ。つまり、細胞分裂する期間がもっともっと長くなる。これがつまり、この寿命を伸ばすということの根拠になっています。これが起こります。そして、この食べ物や、僕が言いたいのは、サプリメントでも難しい。摂取が難しいこの NMN を点滴は可能にします。そして NMN を点滴することで副作用なく、このようにサーチュインのタンパク活性化、ホルモンのバランスが整う、疲労回復効果ができて疲れにくくなる、代謝が上がって痩せやすくなる、肌のツヤが良くなり、思考力、集中力、認知力向上。これ実に僕自身がね、経験していること。今どんどん勉強したい、学習できる、仕事も能率が上がる。本当です。で、睡眠の質の向上。これももう本当なんです。夜間にね、トイレに起きることがなくなります。やっぱ夜間のトイレっていうのもね、これ老化のサインですよね。そして神経の機能向上。いろんな反射神経、速くなりますよ。そして治療効果の期待できる疾病。これね、本当に一部だけ書いてある。いいですか？神経疾患、アルツハイマー病、認知機能障害、目の症状、あるいはね、サプリメントでさえね、
東京大学の報告では聴力が回復したって言ってましたよね。目とか耳、さらに糖尿病、これ本当なの。実際に糖尿病で治療している方、インシュリンの治療が始まっている方も今サプリメントと点滴治療を受けに来られています。ヘモグロビン A1C のレベル下がります。そして肥満と合併症、メタボですね、メタボリックシンドローム、内出血、これ抗酸化作用、強い抗酸化作用を示します。だからビタミン C とか、ビタミン E とかね、アスタキサンチンとかね、抗酸化作用のあるものと組み合わせてもいいですよ。さらに虚血管流障害、水素でもそういうふうにありましたね。活性酸素種ができてそれを障害する、そこも一緒に働いてくる。つまり水素やこの血管とか血流とか神経のことも言うとエクソソームとかと一緒に共同して働いてくる。この辺の共同作業についてはまた後日いろいろ詳しくね、論文を引用しながらね、説明したいと思います。いかがでしょうか。